相馬で生まれて相馬で育って、今相馬で仕事しています。私の父が医者をしていまして、困った人に寄り添っていけるような、やっぱり父の仕事ぶりを見ていて、医療に携わる仕事がしたいなと思っていました。私の名前は熊川由紀子です。30年近く薬剤師をしています。キャリアの中で一番苦労したことは何ですか？やっぱり2011年の東日本大震災の時ですね。あの日は仕事をしていて、ものすごい揺れで長くて怖かったです。揺れてて、なんだろうねって言いながらテレビを見ると津波が来てるっていうのを見ながら、いやーすごいことが起きてるっていう思いながら、まさかそこまで被害が大きいとは思わない。全部飲み込まれて流されてました。幸い私の家もこの薬局も高台にあり、被害を免れました。私たちはすぐに人々を助け始めました。とても忙しく心の痛む時期でしたが、なんとか乗り切ることができました。日本は自然災害が多く、備えが重要と思っております。東邦薬品は医薬品卸売事業の会社です。たとえ災害が起きようとも医薬品を正確に届ける、止めてはならない、こういうポリシーを持って東邦薬品は活動しております。TBC ダイナベースは東邦薬品のフラッグシップセンターで、建物は免震構造、非常用電源を備えた災害に強い高機能物流センターです。TBC ダイナベースでは出荷精度 99.99999%、いわゆるセブンナインを自動化によって実現しています。これによって医療用医薬品の供給の信頼性の向上および業務の効率化改善に寄与していると思っております。有事の際も40名程度の人員で平時と同等の稼働出荷体制を実現しています。大福との協業によって資源を最大限に活用でき、最も必要とする人々に迅速かつ公平に医薬品を届けるためと考えております。時代になりました。東日本大震災を経て、東邦薬品様は医薬品供給が途絶えるリスクを痛感し、サプライチェーンの強靭化が急務となりました。自動化を通じて効率性や、正確性、安全性を高めて、災害時や需要変動にも強い、供給体制を実現することが占めたと考えています。大福の役割は単に機械を提供することではなくて、お客様の業務プロセスを理解して最適な自動化ソリューションを設計導入して安定稼働まで責任を持つことだと考えています。オーダーが入ってから3分間最適化をシミュレーションしてフィックスして、その順番通り詰め付けられるようにものが出てくると、ユーザーからはですね、高い評価をいただいております。いざ地震になった時にそこの物流センターに人がやっぱり行けないですよね。で自動化だと人がいなくても薬を供給するような仕組みとして動くことはできますよね。なのでやはり自動化するということは有事の際の時に非常に役に立つというふうに私は考えています。一つのものが届かないとかですね、そういったことがあって、患者さんに迷惑がかけてはならないということで、一個一個ですね、丁寧に出荷をして間違いのないように正しいものを届ける、そういった部分を支えているのが我々東邦薬品だと思っています。いつどこでどんな災害に遭うかが分かりません。迅速で正確な配送があって初めて私たちの仕事は成り立ちます。それがなければ人々を助けることはできません。危機的な状況ではそれが生死を分けることもあります。そうだから2011年の時に皆さんすごく大変な思いしてるところを笑顔で薬局開いててよかったって言ってくれた時は本当に嬉しかったし、やりがい感じました。